大学を卒業して今年で2年目の俺は、日本でも有名な大手ビール会社で営業マンをしている。はっきり言って成績はいまいち。一流大学出身者ばかりのこの会社で、三流私立大学卒業の俺は、真面目だけが取り柄の新米営業マンだ。けれど、俺は自分の実力でこの会社に就職したんだ。頑張れば、いつかは花形になれると信じて、毎日を必死に過ごしている。しかし、現実は厳しい。村田くん、ちょっと。険しい声で呼ばれて、主任のデスクに向かう。佐山主任は、俺の直属の上司にあたるのだが、とにかく俺に厳しいのだ。異例の速さで管理職になった強者で、しかも女性。しかも美人。そしてきつい。ドラマなどでよく見る、いかにもバリキャリといったタイプの女性だった。君はいつになったらまともな資料が作れるの？これ、数字がずれてる。投げつけるように資料を渡されて、俺は慌てて目を通した。確かに、佐山主任の言う通りだ。すみません。すぐに作り直します。そんなんだから、低学歴は使えないって言われるのよ。吐き捨てるように言われてムッとしたが、確かに俺のミスだし、低学歴は事実だし、黙って頭を下げて引き下がる。それにしても、なんだよあの言い方。いつも低学歴をバカにしやがって。と心の中で叫ぶが、もちろん口に出したりはしない。周りの同僚たちもちらりと気の毒そうに俺を見るが何も言わなかった。下手に関わって余計な面倒に巻き込まれたくないのだろう。俺はそっとため息をついてパソコンに向かった。そんなある日、社を挙げてのビッグプロジェクトが立ち上がった。特別チームが編成されて、佐山主任がリーダーに抜擢される。チームに参加する人間が発表されて、なんと俺の名前が呼ばれたのだ。信じられない。選ばれた他の人間はみんな成績が優秀で将来を期待されたエリートばかりなのだ。なんで俺が？呆然としていると佐山主任が俺の背中をバシリと叩いた。ぼーっとしてんじゃないわよ。なんで村田くんが選ばれたのかはわからないけど、足を引っ張ったら承知しないから。ピシャリと言われて睨みつけられた。先が思いやられると思ったが、それよりも嬉しい気持ちの方が大きくて、俺は頑張りますと大声で答えた。その日から俺はクライアントとの商談にも積極的に参加した。自分から進んで企画も提案し、精力的に取引先も回った。プロジェクトは順調に進み、佐山主任の機嫌もいい。このまま行けば諦めていた出世コースに乗れるかもしれないと思うと、毎日が楽しくて仕方なかった。けれど、そんな浮かれた俺を地獄に突き落とすような出来事が起きた。完全に俺のミスだった。ありえない話だが、
クライアントとの商談の日を勘違いしていて、すっぽかしてしまったのだ。いくら待っても現れない俺に、相手は何度も電話をくれたようだ。俺は他の取引先相手と話をしていて、スマホの電源を切っていた。社に戻ると大騒ぎになっていた。主任が相手会社に謝罪に出向いていると聞いて、俺も慌てて取引先に向かった。本当に申し訳ございませんでした。佐山主任の声が廊下まで聞こえてくる。俺はドアノブを持つ手を思わず止めてしまった。すべて私の監督責任です。本当に申し訳ございません。その後は、クライアント側の人間が主任を罵る声が続いた。早く部屋に入って自分で謝るんだと何度も思ったが、どうしてもドアノブを回すことができなかった。しばらくして、まあ落ち着いて、という今井課長の声が聞こえてきた。こんな初歩的なミスで御社との付き合いをなくしたくありません。この件は佐山主任にお任せします。今後このようなことがないようにしっかりと教育なさってください。ありがとうございます。どうやら話は落ち着いたようだ。俺はほっとしたが、今さら中に入っていくこともできずに、そっとその場を離れてビルの外に出ると、自販機の影に隠れて佐山主任が出てくるのを待った。30分ほどして佐山主任が出てきた。主任と呼び止めると、佐山主任が鬼のような形相で俺に近づいてきた。こんなところで何してるの？いえ、謝罪しようと思って来たんですけど、怖くて隠れてたってわけ？ズバリと言い当てられて思わず絶句してしまう。黙った俺を蔑むように見て、佐山主任が言った。こんな最低なミスをして、クライアントの信用を失いかけたばかりか、謝罪することもできずに隠れてたってわけ？あんたは小学生か。その後は、罵詈雑言の嵐だった。何もかも自分の責任だから、何を言われても仕方がないと覚悟はしていたが、さすがに頭にくる。ぎゅっと拳を握りしめて耐えた。低学歴の使えないやつだとは思ってたけど、ここまで根性が腐ってるとは思ってなかったわ。ミスをしたら謝る。そんな当たり前のことすらできないってわけね。あんたには失望したわ。二度と私の前にその顔を見せないでちょうだい。吐き捨てるように言って、主任はその場を立ち去った。俺は去っていく主任の背中を見つめたまま、どうしても動くことができなかった。翌日、俺は辞表を持って部長の部屋を訪ねた。二度と顔を見せるなと言われたのだ。こうするしか方法が思いつかなかった。それに、正直、もう佐山主任の下で仕事をする自信がなくなっていた。やめようと考えた訳を教えてくれるかな？穏やかな声で聞かれて正直に話す。羽鳥部長は最後まで黙って聞いてくれていた。
今回の件はもちろん僕が悪いです。それはわかっています。でも、正直、佐山主任は個人的に僕を嫌いなんだと思います。一緒に仕事をしているとしんどいです。子供みたいなことを言っていると自分でも思う。けれど最後だと思い正直な気持ちを吐き出した。部長は黙って俺の顔を見ている。しばらくしてふっとため息をついた。村田くんの気持ちはわかりました。けれど、どうだろう。プロジェクトが終わるまで頑張ってみないかい？しかし、辞表は一旦預かっておきます。プロジェクトが終わり、それでも気持ちが変わらなければ、その時は正式に受諾しましょう。諭すように言われてうなずくしかなかった。にこりと微笑み、部長が俺の背中をトンと叩く。内緒にしてほしいと言われていたんだがね。実は今回のプロジェクトに村田くんを推薦したのは佐山主任なんだよ。え？絶句した。信じられない。なんであんたが選ばれたかわかんない。と、佐山主任は俺に言ったはずだ。本当だよ。正直に言うとね、私は反対したんだ。村田くんではまだ経験が浅いとね。けれど、佐山主任は責任は自分が持つからお願いしますと頭を下げたんだ。そんな、信じられません。そうか。でも、真実だよ。佐山主任は村田くんに期待している。だからこそ、他の人よりも厳しくなるのかもしれないね。だからもう少しだけ頑張れと言われて、俺は頭が真っ白になったまま部長室を後にした。翌日、俺と佐山主任は部長に呼び出されて、一緒に仕事をするように命令された。いろいろと誤解もあるようだが、佐山主任の仕事を近くで見るのはきっと勉強になると思いますよ。辞表を出した昨日の今日で、しかも辞表を出す原因になった相手と組んで仕事をしろというのか。何を考えているのか全くわからない。佐山主任は今まで見たこともないような不機嫌な顔で部長を睨みつけている。けれど何も言わずに、わかりました、と答えると、失礼しますと言って部長室を出て行ってしまった。俺も慌てて後を追う。今日から一緒に取引先を回るから、私の足を引っ張るのだけはやめてよね。感情の一切含まれない機械みたいな声で言われて、俺は仕方なくうなずいた。最悪の日々が始まる。と思っていたのだが、現実は意外にもスムーズに進んだ。当たり前だが、佐山主任は仕事ができた。クライアントに対する主任の態度は柔らかくて礼儀正しくて、いつも俺に暴言を吐く人間と同一人物とは思えなかった。しかも、さりげなく俺をフォローして、わからないことなどはこちらから質問しなくても先回りして教えてくれた。やっぱすごい人なんだな。改めて思う。嫌な奴だと思い込むあまり、
佐山主任の本当の姿が見えていなかったのは俺の方だったのかもしれない。注意されても素直に受け入れることができずに、ひねくれた考えをしていたのは俺だったのだ。一緒に仕事を始めて3ヶ月が過ぎた。プロジェクトは大成功で、明日からは日常の業務に戻るという日。俺と佐山主任は再び部長に呼ばれた。お疲れ様でした。どうだったかね？部長に聞かれて、俺は素直に、とても勉強になりました、と答えた。佐山主任は何も答えない。俺は意を決してどうしても聞きたかったことを口に出した。このプロジェクトに俺を推薦してくれたのは主任だと伺ったんですが、どうしてですか？すると主任はぎくりといった感じで俺を見た。こんな慌てた主任を見るのは初めてだ。部長がクスクスと笑う。本当のことを話してあげたらどうかな。言って部長が胸ポケットから何かを取り出し、俺の前に置いた。それは一枚の写真だった。あ、それはと叫んで佐山主任が手を出す前に、俺は素早く写真を撮り見つめた。そこにはまだ20歳くらいの佐山主任が写っている。隣には学ランを着た男子学生がいた。驚いたことに、その男子学生は俺にそっくりだった。びっくりして佐山主任を見ると、困ったようにうつむいている。社内では内緒にしているんだが、秋菜は私の姪っ子なんだよ。部長が佐山主任のことを名前で呼んだ。秋菜の隣にいるのが弟の智也だ。この会社に勤めていたんだが、いろいろあって今は田舎で農業をしている。村田くんにそっくりだろう？私も最初君を見たときは驚いたよ。確かに本当に俺に似ている。けれど、弟さんと俺が似ていることと、プロジェクトに俺を推薦したことがどう結びつくのかわからない。問いかけるように佐山主任を見つめていると、観念したかのように口を開いた。村田くんと智也は顔が似ているだけじゃなくて、性格もそっくりだったの。あなたを見ているとイライラしたわ。ため息をつき、佐山主任は話し始めた。智也さんは俺と同じ大学を卒業してこの会社に就職したそうだ。佐山主任はその頃すでに3年目の花形営業マンとして業績を上げ、エリート街道を走っていた。智也さんは三流大卒ということで馬鹿にされていたが、佐山主任は何とか一人前に育てたいと思い、必死に智也さんを教育していたらしい。そんな時に大きなプロジェクトが立ち上がったの。私もチームに選ばれたわ。補佐として智也をつけてもらったんだけど、結果は散々だった。毎日、私は智也に厳しく指導したわ。そしたら、とうとう辞表を出して辞めてしまったの。その後智也さんは、佐山主任が引き止めるのも聞かずに、
祖父母のいる田舎に引きこもってしまったそうだ。私が大学生の時に両親が交通事故で亡くなってしまって、私は親代わりになって智也を必死に育てたわ。気が弱くて引っ込み思案だったあの子に変わってほしいと思い、職場でも随分厳しく接した。それが智也には耐えられなかったのよね。二度と会いたくないと言われたわ。そこで狭山主任は黙ってしまう。部長が話を引き継いでくれた。明菜は村田くんを智也のようにしたくなかったんだよ。三流大卒と陰口を叩かれている君にみんなを見返すチャンスをあげたかったんだ。だから君を今回のプロジェクトに推薦した。でも厳しすぎたみたいね。結局村田くんも辞表を出したって部長に聞いて、ほんと私は人を育てる能力がないんだって反省したわ。しょんぼりとしている狭山主任を見て、俺は慌てて違いますと叫んだ。俺が何もわかってなかったんです。しかもクライアントとの約束を忘れるなんて最低なミスをして、自分で謝ることもできなかった。主任に呆れられて当然です。それから俺は一緒に仕事をさせてもらってどれほど主任が優れているか改めて勉強したと言った。主任の言葉を素直に聞くことができるようになって、自分でも驚くほど仕事に手応えを感じるようになれたというと、狭山主任がちょっとだけ嬉しそうに笑ってくれた。これからもどうかよろしくお願いします。頭を下げると、部長が俺の出した辞表を破り捨てる音がした。期待しているよ、と言ってくれて、俺と主任は顔を見合わせる。二人同時にうなずいて、一緒に部屋を出た。言っとくけど、急に優しくなんてしないからね。今まで通り、ビシビシ行かせてもらうわよ。いつもの口調に戻って、狭山主任が言った。望むところです。と勢いよく答える。前を歩く主任の背中を見ながら、俺はいつか主任を智也さんのいる田舎に連れて行ってあげたいと思った。いつか俺が一人前に仕事ができるようになったら、その時は主任を誘って智也さんに会いに行こう。そして師弟の仲を取り持ってあげたいと願う。そのためにも、まずは俺自身が狭山主任に認められる男にならなければ。強く心に誓って、俺は仕事に戻った。